こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は外国人関連としてですね、特定技能制度というのがありますけれど、こちら対象分野が追加、拡大になりましたので、そちらの内容のご紹介をしていきたいと思います。具体的には特定技能制度の2号ですね、対象分野が拡大をしたという形になりました。今回の概要ですけれど、まずは特定技能制度とはどういったものなのかについて、ご説明をした上で、現在の特定技能外国人の人数の推移について見ていきたいと思います。そして今回改正がありました特定技能における、分野拡大の詳細、そして、拡大になった受け入れ分野について見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、特定技能制度とはどういったものなのかですけれど、そもそもはですね、2018年6月に発表されました骨太の方針に入っていたものの中の一つという形になりまして、その中の一つの項目が外国人といったところになっております。そしてこの外国人に関してはですね、新たな在留資格を創設をするという内容が入っておりました。その他にもですね、在留管理体制の強化というのもありましたけれど、在留資格、新しいものが作られるということですね。早速2018年の12月に入管法が改正になって2019年の4月から施行されたといったものがこの特定技能制度という形になります。こちらはですね、技能実習制度とは違って労働力不足の分野に対して、外国人労働者の方に働いていただくための新しい在留資格制度という形になっているといった状況ですが、こちらですね、特定技能制度と技能実習制度との兼ね合いで、いろいろ問題にはなっていると。そしてその技能実習制度自体も今、法改正をしている最中といった状況になっています。そしてですね、この在留資格特定技能ですけれど、特定技能1号と2号というのがありますけれど、いずれもですね、人材不足を解消するためといったものの在留資格ではありますけれど、1号に関してはですね、特定の産業分野に属する相当程度の知識と経験を必要とする技能を要する業務に従事という形。そして2号に関しては特定産業分野に属する熟練をした技能を要する業務という形でありまして、少し抽象的な表現ではありますけれど、大きな違いはですね、特定技能1号に関しましては受け入れ機関、いわゆる在留資格特定技能1号で働く方のが会社ですね、その会社が受け入れ機関というふうに言いますけれど、その受け入れ機関もしくは登録支援機関の支援の実施が必要といったところ、2号は必ずしも必要ではないといった状況が大きく違うところになっております。そして、特定技能外国人の人数ですけれど、グラフを見ていただきます通りですね、どんどん増えてきているといった状況ではありますけれど、今現状ですね、17万3000人といったところになっております。そして対前年比で見てみると、ここのところですね、新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着いたというところもありまして、前年比で、対前月比でプラスといった状況になっております。2019年からスタートをした特定技能制度ではありますけれど、2020年になってコロナが流行し始めてといった状況でですね、一時期この特定技能制度というのが停滞したんですけれど、今はまただんだん増えてきているといった状況になってきております。そしてですね、見ていただくと分かるのが、緑の棒グラフが非常に大きく伸びているといったところで、こちらはですね、在留資格、特定技能についてですね、在留資格の変更手続きを経て、特定技能の外国人になっているといった方になっておりまして、日本にそもそも在留をしている方が、在留資格の変更でこちらの特定技能制度を利用しているといった状況になっております。またですね、上陸、いわゆる海外からこの特定技能外国人の在留資格として来る方というのは、それほどまだ増えてきていないといったのが状況ではあります。そして、特定技能制度、この詳細ですけれど、いわゆるですね、特定技能1号、2号に関しても、単純労働を実質的に認める在留資格であるといったところになっておりまして、先ほどもご紹介をした通り、その
在留資格を取得するためには相当程度の知識や経験ですとか熟練した技能を有するといったところが条件となっておりますが、日本語能力としてはですね、ある程度の日常会話ができ生活に支障がない程度の日本語能力を有することということになっておりまして、日本語の能力としてはですね、いわゆる JLPT というものの N4 以上が必要という形になっております。そしてその他ですね、業務に従事するにあたっての相当程度、もしくは熟練した技能といったところに関しましては、各受け入れ分野の業務ごとに必要な能力水準を考慮して試験を実施をするというのが原則になっております。そしてこの特定技能の在留資格を取得した場合にはですね、在留期限はどのくらいなのかといったところですけれど、特定技能1号に関しましては上限が5年という形、ただ1年更新という形になっておりまして、この5年を上回ることはできないといった状況、そして家族の帯同は不可といった状況ではありますけれど、特定技能2号ですけれど、こちらにつきましては上限が5年なんですけど更新ができるという形、そしてまた家族の帯同も可能といったところで、1号と2号では非常に大きく在留期間に関しての扱いが違うといった状況になっております。そしてですね、先ほどもご紹介をしましたけれど、1号の外国人に対しては受け入れ機関または登録支援機関において日本での生活を安定的、円滑に行うため、職業上、生活上、社会生活を送る上で、さまざまなサポートをしていかなければいけないといった条件が付されているといった状況になっております。そしてこの特定技能ですけれど、この受け入れ分野ですね、今現状、特定技能の1号に関しては12分野という形になっております。介護、ビルクリーニング、粗経済、産業機械、そして電気電子、そして建設、造船専用工業、そして自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、そして飲食料品製造、外食といった形になっております。この3つ目のですね、粗経済、産業機械に関しては以前はそれぞれバラバラだったんですけれど、今は一つにまとめられているといった状況になっておりまして、今現状は1号は12分野という形になっております。そしてそのうちですね、2号に移行ができるものというのはですね、建設の分野と造船専用工業分野の2種類に限られていたんですけれど、こちらですね、2023年の9月から拡大という形になりまして、ここに全部で12分野ありますけれど、ここにあるうちの介護以外ですね、の分野に関しては、特定技能2号の分野に対象となるといった形になっております。介護に関しましてはですね、この特定技能という制度以外にもですね、非常に介護分野における人手不足というのもありますので、それより以前から介護に関する在留資格というのが様々なものが設けられております。介護職に関わる在留資格としてはですね、まずは EPA に基づく外国人介護福祉士候補者といったところで在留資格が認められているといった状況。そしてですね、そもそも在留資格で介護というのもあります。その他ですね、技能実習における介護というのはあります。そして今回ご紹介をした在留資格特定技能の1号ですね、こちらも介護というのがありますが、2号はないといった状況になっております。この EPA に基づく外国人介護の福祉士候補者ですけれど、こちらはですね、経済連携協定に基づくものになっておりまして、インドネシアやベトナム、フィリピンですね、そういったところから介護福祉士の候補者として入国をして働いてもらって勉強してもらって介護福祉士の資格取得を目指すといったものになっておりまして、今現状ですね、大体3200人ぐらいの方が介護EPA に基づく在留資格で就労しているといった状況になっております。またそもそもですね、介護福祉士の資格を取って就労している、いわゆる在留資格、介護で従事している方につきましては大体5300人ぐらいという形になっております。さすがにですね、外国福祉士の資格を取るというのは、日本人でも大変ですけれど、外国人の方ではもっと大変だろうというふうに思っております。またその他ですね、技能実習においても介護というのがありますけれど、こちらは大体ですね、1万5000人ぐらいの方が従事をしている。そして今回の特定技能1号の介護分野に関しては1万7000人ほどが従事をしているといった状況になっております。
そして、この特定技能外国人を雇用したいといった場合ですね、どうしたらいいのかといったところですけれど、こちらはですね、1号、2号も、ともに変わりがなく、いずれも、各特定産業分野の試験に合格をする必要があるといったものが、まず前提となっております。さらにですね、特定技能1号に関しましては、日本語に関する試験にも合格をしていただく必要があるといった条件で、試験に受からなければいけない。この試験はですね、日本国内でも、提携をしている海外でも行っておりますけれど、なかなかハードルが少し高いといった状況でありまして、ただしですね、技能実習制度において、技能実習2号を良好に修了した技能実習生においては、移行ができると。ただですね、技能実習の2号での対象職種と特定技能の1号の分野がバッチしてないといけないんですけれど、その場合はですね、特定技能に対しては技能実習2号から特定技能1号にスライドができるといった状況になっております。そしてですね、特定技能の1号の外国人を受け入れる際にはですね、その他、特定技能外国人支援計画というのも作る必要があります。これはですね、1号の外国人に対しての日本語学習機会の提供ですとか、日本人との交流促進ですとか、定期的な面談、そういったところを盛り込んだ計画になってきております。最後に注意点とまとめになりますけれど、今、技能実習制度については廃止なんていう話があって、法改正をしているところ、そして新しい制度としては、育成技能なんていうのも考えられておりますけれど、こちらはですね、2024年に法改正案を提出をして、国会通過を目指しているといった状況になっております。また、特定技能、外国人を雇用する場合には、特定技能の評価試験というのを受けなければいけません。こちらはですね、技能試験と日本語能力試験の2種類ありますけれど、この技能試験ですけれど、各分野で、それぞれ分野の管轄が試験を作っておりますので、難易度や基準が少し違うといったところがあります。特定技能制度はですね、労働不足解消をするために作られた在留資格であって、安価な労働力を確保するものではないというのに非常に注意が必要です。そしてですね、特定技能で外国人を雇用する際には、同等の経験を有する日本人と、賃金の条件もですね、同等以上で雇う必要があるので注意が必要です。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。